ねえあなた、ミホノという名前はどうかしら。美しい炎と書いてミホノ。ミホノ素敵な名前だね。私たちの娘らしい良い名だと思う。まるでカナエゴ様を思い起こさせる。ええ、お刀を、そして玉鋼を鍛える火事の女神。私たちのカナヤゴ様の炎のように輝く、そんな子に。本日付で折紙家から正式に下賜された。これがお前のお刀、家主清光だ。心して受け取りなさい。はい。これが清光。あら、このお刀、先端がない。これもしかして欠けてる？いい。すっごくかわいい。私だけのお刀って感じがする。よろしくね、清光。いっぱい荒玉を切ってみんなのために戦おうね。運命なのだろうな。そのお刀がお前を選んだことはすまぬな、ミホノ。若くして亡くなったお前の両親のことも、若いお前がそんなものを振らねばならないことも、お前の体のことも、すべては。どうしたの、じいじ。両親って言った？それ、お父さんとお母さんのこと？いや、少し昔のことを思い出していただけだ。今はそんなことよりも、そのお刀を刺したお前の姿をよく見せておくれ。ほのちゃん、みほのちゃん、ちゃんと聞いてる？あれ、ここは？みほのちゃん、どうしちゃったの？決戦前なのにぼーっとして。お姉さん、ちょっと心配かも。そうです。大事な戦いだから、ほのちゃんも気を引き締めていきましょう。ごめん、ジーネ、キヨカ。ちょっとだけ昔のことを思い出しちゃってて。もう大丈夫だからね。本当かよ。ただでさえ荷物はノロを引き寄せやすいんだぜ。シャキッとしてくれっての。大丈夫だって言ってるじゃん。私も清光もやる気満々だし、何よりこの腕はみんなの笑顔のためにあるんだから。そうかよ。だったら妙な心配させるなよな。そっか、フッキー心配してくれたんだ。うっせえ。二人ともそこまでにしましょう。そろそろ行動開始の時刻です。さあ皆、隊列を組め。これから最後の作戦に突入する。お待たせしました。ご当主様。写しを張れ。備えよ。これより、他を討伐する。この戦いが人類の明日を決すると知れ。抜刀。今さら調査隊はないんじゃない？そうですよ。私たちにはちゃんとした部隊名があるんですから。部隊名？あ、そうか。
まったく。朝倉美穂の、はい、ご当主様。バカ者。気を緩めるな。あそこまで育ってしまった荒玉だ。まさかあれが、こんなもので終わるわけがあるまい。なんだろう、この嫌な感じ。倒したはずなのに、嫌な圧迫感がありますね。むしろ、力を封じ込めていた器を壊してしまったような。あんくらいでこんなデカブスが死ぬわけないって、私ら散々戦ってきて知ってるはずじゃん。もう楽しみでゾクゾクするんだってな。あのね、小吹ちゃん。これで終わりに越したことはないのよ。だから変なこと言わないの。とは言っても、まだ倒せてないのは確かなのよね、ミルヤ。はい、生きています。間違いなくまだ生きていると私の目には確かにそう見えています。ミルヤが言うんなら間違いないってことか。だったらさ、さっさとおいでよっての、荒玉ちゃん。キトラの言う通りだ。こいつはまだ生きて。来るぞ。全都市構えろ。総力戦でを風滅する。みんなご苦労だった。今度こそ終わりなんですね。そうだ。これで脅威は我々の世界。あれ？みんなの声が、ゆかり様？ゆかりご当主様？みんな？みほのちゃん。みほのちゃん。あれ、ここ、寮？私の部屋？おはよう、みほのちゃん。おはよう、ちーね。あれ？ちいねみほのちゃん？どうしちゃったの？ぼーっとして。お姉さん、ちょっと心配かも。なんか同じこと言われた気がする。さっきの夢で。夢？夢、見てた。なんか、見たことない都市の仲間と一緒に戦ってたよ。ゆかり様とか、チーネとかもいた気がする。あれ？夢の続き？っていうか、あれれ？本物のチーネ？なんでここに？だってここ、私の部屋だよ。そこからなのね。はい、ここは間違いなく、美関学院中等部女子寮、朝倉美穂ちゃんのお部屋ですよ。私は、ほら、里帰り中なの。お父さんの実家がこっちだから、たまには、ね。ゆうべ、朝倉神社のおじい様に聞いたら、今はこっちに住んでるって言うから、興味本位で立ち寄ってみたわ。久しぶりね。私が長船に転校して以来だから5年ぶりかな。でもちゃんと私だって分かってくれてお姉さん嬉しいわ。ちーね変わらないな。っていうか分かるよ。覚えてるに決まってるよ。ちーねのこと忘れるなんてありえないってば。そう？じゃあそれは信じとく。でもまさかみほのちゃんが都知になってるなんて思わなかったな。しかも御前試合の校内予選3位だったんでしょ。すごいじゃない。まあね、
準決勝でめっちゃ負けたけどね。カナミマジ強いわ。悔しいわ。補欠だわ。もしかして負けたの結構ショックだったのかしら。ホテル用意してもらえないわ。温泉入れないわ。そう気分を入れ替えて。あ、そうだちーね。美濃関学院初めてだよね。よかったらちょっとだけ案内してあげる。授業が始まるまでだけどね。案内するとは言ったけど、基本的にはチーネーの通ってる長船女学園とあんまり変わらないと思うんだよね。そうでもないかも。こっちは作刀過程や闘争過程がものすごく充実してるみたいじゃない？お刀の技術を再生伝承するためにどの道必要だから、それを学ぶ闘将過程は五家伝なら一応どの高校にもあるけど、こしらえを作る闘争過程が鞘師の他にも柄を巻く柄巻師、金具を作る双剣金工や白金師、組紐職人、ここまで細分化して学ばせてる高校は多分だけどここだけじゃないかな。都知じゃない生徒が多いのは美濃関の特徴よね。ほら、うちの都知が装備してるお刀のこしらえは規格の統一された量産型が主流だから。だからこだわる都知はみんな美濃関や個人のこしらえ師に鞘とか柄とか鍔とかを特注してるの。知ってるでしょ？東京の青戸館とか。知ってたよ。本当は？ごめんなさい、知りませんでした。あ、でもつまりそれってまとめちゃえば先端技術の長船、伝統の美濃関ってことだよね。だいたいそんな感じでいいと思うけど、お刀に関する技術開発や伝承、こうやって比べると目的は一緒でもアプローチが全然違うものよね。なるほど。ちーね、勉強になりました。平身低頭、ははいやいや、おさふねのお嬢さん、うちの取り柄は伝統だけじゃないですよ。確かにうちの学校は伝統を重んじますが、最新の研究だって行っています。お、服部先輩、おはようございます。こちらちーね、私の幼なじみのお姉ちゃん。こちら研ぎ師の服部先輩、コンピューターとかもいじる人。大雑把な紹介ありがとう、朝倉。はじめまして、服部達夫です。ところでどうですか？都知による部隊運用のシミュレーターを個人が運用できるレベルに落とし込んだものがあるのですが、よろしかったら試してみませんか？はい、喜んで。でもいいんです？私他校の生徒ですよ。もちろん、技術は共有してこそですからね。ではこちらへ。とはいえ、シミュレーターとは言ってもバーチャルリアリティなんかじゃなくて、ただコンピューター上で再現するだけですけど。紳士な服部先輩とかありえない。いつもは変態なのに。じゃあ朝倉、フィールドの設定は美濃関学院の道場。対戦相手は適当に都知の部隊を配置しよう。敵の連度は最低でいいかな。もっと強くて OK ですよ。私の指揮能力を見せてあげます。おいおい、大丈夫かい？そうよ、美穂ちゃん。最初は簡単な方が。大丈夫。なせばなるだよ。ね、こんなのゲームみたいなものだし、意外となんとかなるものでしょ。あくまでまぐれではない。じゃあ、まあそういうことにしておくよ。そうですね。そういうことにしておいてあげてください。なんで二人ともニヤニヤしてるわけ？実力だよ、実力。まあいいじゃないか、朝倉。
それはそうと瀬戸内さん、うちの学校ではあともう一つ赤羽島の再生にも力を入れているんですよ。ああ、荒玉が落とすあれだよね、赤羽島って。錆びてるお刀。間違いじゃないけど大雑把ね。いえ、朝倉はこれくらいのお天気でいいと思いますよ。それが魅力ですから。とはいえ我々都議士の立場からすれば、この赤羽島の再生は都知が荒玉を相手に戦うのと同じく命を懸けるに値する仕事です。現在の技術では玉鋼を新しく生産することができない以上、我々人類が新たなお刀を手に入れるためには錆びついた赤羽島を研ぎ出し再生するしかありませんからね。そうですね。今赤羽島の研ぎ出しを大規模に行えるのは綾小路武芸学者と美関学院だけですから。ってもうこんな時間。みほのちゃん、授業大丈夫？あ、ほんとだ。1時間目は人外日本史か。サボっていいかな。ダメです。それじゃあ私はみほのちゃんのお部屋で待ってるから、ちゃんとお勉強してきてね。おとなしかった舞お嬢様が準優勝で美関学院の代表になられるとは。やめてください。恥ずかしいです。お父様の心の内では大変お喜びかと。まああっちはあれでいいとして、かなみはまず降りるべき間違わないでよね。まあかなみならありえるわ。大丈夫だよ、舞ちゃんがいるから。早速舞頼みとは。かなみは剣術バカだから。じゃあ行ってくるね、みほのちゃん。優勝。優勝してきてよね。私に勝ったんだから。あと楽しんできて。楽しんでくる。私も応援のみんなと一緒にこの後鎌倉に向かう。一応は補欠だしね。あ、だからって私の出番とか作ったら許さないから。わかった、頑張る。あと帰ってきたらまたやろうね、立ち会い。みほのちゃんとの試合、準決勝すごくワクワクした。すごかった。流派に縛られない動きが突然飛び出してきて、どこにこんな技の引き出しがあるんだろうって。みほのちゃんの集中力があそこで途切れてなかったら本当にやばかったって思う。照れちゃうじゃん。ああ、もうわかった。じゃあ再戦の約束しよう。約束。かなみちゃん、そろそろ行こう。新幹線来ちゃうよ。行っちゃったね。あの子たちが美関の今年の代表？そうだよ。江藤かなみちゃんと柳瀬舞ちゃん。2人とも私なんかより全然強いよ。本当に私も強くならなくちゃ。そしてやっぱり私の課題は集中力みたいだね。頑張って。さて、じゃあ私も帰るとするかな。ちょうどいいから西行きの新幹線でね。君ね、もう帰っちゃうの？みほのちゃんも鎌倉行きの準備があるんでしょ。大丈夫、またすぐに会えるわ。